いします。お2階です。広島に行くよりも美味しいかもしれない。広島焼きってね、ないんですよね。まあ非常に美味しくて、レベル高いですよ。そう以前焼肉屋さんやったということですか。そうです。ここが。そそれをうちが借りたっていう。途中でオーナーさんが亡くなられたのを買い取ったっていう感じなので、買い取らせてもらってから15年です。もともともっとちっちゃい店だったんですよ。ここコロナの前にここが開いたので借りたんですよ。ここに移ってきて今7年目ですかね。子供がもう結構大きいので。お子さんいらっしゃるんですか。います。17歳の子が。17歳。そうなんです。めちゃくちゃ掃除されますね。でもこれね、ちょっとね、見たらこれそうなんですよ。状態がわかるんですよ。毎日そうされてらっしゃる。毎日、大体私が掃除時間にいます。わざと。このお客様は多分私のこと知ってますけど、みんな私のこと愛想悪いと思ってると思いました。そうなんですか。淡々と仕事してるので、本当に淡々と本当になんかただ一生懸命焼いてるだけなんですけど、淡々と仕事してるってよく言われます。毎日の方も毎日来られる方いらっしゃるんいですか。らっしゃいます。毎日のルーティンでいつものですねしか言わないです。あ、そうです。食べるものが決まってらっしゃるので。これ鉄板熱入れて今油を引いてもうちょっと焼きます。さっき朝来た時ってめちゃくちゃ綺麗だったと思うんですけど、毎日こう焼いたら真っ黒くなるじゃないですか。あれをきれいに汚れを落としてから入ってるんですよ。なのでもう一回油を引いてなじませて。分量が決められてるので、その分量通りに作ってるかどうか見たら分かりますね。お昼は広島焼きが多いです。日によるんですけど、多分お昼は皆さんそば入れたい、殻を入れてボリュームを出したいから広島焼きがきっと出るのかなっていうような印象ですけどね。あとは名前が厳島なので、もともとは広島焼き専門店だったので、なので厳島っていう厳島神社のお名前から来てるので。そうです。多分広島人じゃないのでこういう発想ができたんじゃないでしょうか。そうですよね。皆さんも結構好き放題言ってくださいますね。
階が禁煙席で2階が喫煙席です。分煙、そしたら1階は、お子様連れのお客様がご利用できて、2階は座れる大人だけの方が大人だけの方っていうのおかしいな。すいません、すいません、どうぞ。ネギ珍しい。ネギかソース薄めのネネギ焼き炒め。ギ焼きのソース薄めソース薄めで。はい。そばとかうどん入れますか。そばそばで。生そ生麺のそばで。お飲み物どうしますばはいるレモンチューハイ。顔映っても飲んでるとこ映ってくらい偉いね小ネギもください。ここいいすぐどうぞ。すいません。カウンターテーブルどちらでもどうぞ。玉木さん2名様です。どうぞ。お一人ですか。どうぞ。すいません。お決まりですか。大阪の豚玉で。はい。オーダーとかされますか。飲み物も大丈夫ですか。はい。豚玉1枚焼いてほしい。ソース薄めですね。どうぞ。ごめんなさい。
いてます。いろいろなものがランチメニューになってます。島肉玉そば。そばが生麺か太麺ぐらい。太麺のがちょっと抜けてたな。太麺が。さっと餃子にんにくありと肉玉、そばの生麺。2枚です。お持ち帰り。何か飲まれますか？ビール。生か瓶かになります。生で。肉玉と肉玉、はい。はい。機械でやるよりかはやっぱり手切りでやらないと甘みとかもやっぱ変わってくるんで、そこはこだわりの強い部分ではあるかなと思いますね。食感とかもそうですし、やっぱり食べた感じがやっぱ違うんで。飲んどきますか？酔っ払うから。じゃあお水で。お水で。はい。お願いします。お冷やです。帰り松葉杖で帰らなあ、なるほど。それは危ない。
しました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。お気をつけて。ありがとうございます。金子さんってなんかちょっとずつ手放してはるのかな。ダブルのエビトッピングです。お客様です。どうぞ。肉玉細麺ダブルです。お願いします。お2回です。はい、生麺と細麺。この細麺はあらかじめ湯がいた麺をそのまま鉄板のせるのでちょっとさっくりさと。ありがとうございます。生麺は今から湯がくのでもちもちします。あとはうどんと選べます。最後前の時からやったら広島焼きってのはね、ないんですよね。はい。で、まあ、福島さん、前の店舗から来させていただいて、まあ、非常に美味しくて、はい、細麺っていうのがあったんですけども、またこの生麺っていうのもこうあって、はい、まあ、両方選べるっていうのもすごくいいですね。はい。お皿変えましょうか。お皿ください。だし巻きも出る。鉄板一島です。はい。止まりました。皆様のご事情ですか。はい。お玉止まれますか。止まりました。
か？はい、6時半3人ですね。鈴木様、かしこまりました。頑張ってください。今日はね、どうしてもちょっとね、もう予約してるから無理よ。これ下からね。はい、前から失礼します。ありがとうございます。どうも。ね、小町やってね。あの辺にあった小さい厳島に最初は来させてもらってました。私はもう肉そばダブルや野菜ダブルで、麺は生麺のバリカタで、生麺の焼きそばもむちゃくちゃ美味しいので、広島に行くよりも美味しいかもしれない。おかわりしますか？お、これでいくんや。お昼寝。全然大丈夫。おかわりです。ね、濃いめにしてほしい。濃いめで、はい。ただいまー。ただいまー。安価なお店だからこれくらいでいいかって思う接客はしないでほしいっていうことは常に望んでますかね。高いお金を出せばいくらでもいいホスピタリティはなんかね受けられると思うんですけど、値段じゃなく心配りっていうんですかはしてほしいなとは思ってますね。だから作業にしないでほしいっていうことはお願いしてますね。自分がお客さんだったらこうだったらいいなって思うことをしてほしいなと思うので、そこを常にスタッフに言うようにしてます。なのでお金払って自分で仕事が入ってない日食べに来てお客さん目線を見てもっとこうしてくれたら気持ちいいのになって思うことを言うようにしてます。はい、どうぞ。まずこっちが細麺のニンニク入りで、こっちが生麺のノーマルのいくぶしです。初めて来ました。僕は広島育ちなんで、これでもめっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しかったです。はい。細麺がめっちゃパリパリで美味しかったです。レベル高いっすよ。はい。でも西日本初出店おめでとうございます。お願いします。生麺1入れてもらっていいですか？お冷やもう少し入れますか？ございます。ありがとうございます。
いやいや、そうそう、私じゃない方がいいと思う。最初は10年前ぐらいですで新卒の時に1回辞めてでまたご縁があって戻ることになってまず綺麗じゃないですか見た目綺麗やし中身も本当に嘘つかない人というかその人のことを思って動いてくれる人自分のことだけじゃなくて自分のために怒ってくれたりとか自分のためにこれ直した方がいいよとかああした方がいいよってちゃんと言ってくれるんですよ私自分の成長になってここで働いててよかったなってほんまに最近でも改めて感じますだからほんまに出会えてよかった人豚肉自然豆腐、豚肉入れてカレー焼きそばはまたに呼んだんだから私できない。おはようございます。工場、本当。はいいやいや払って。